遅い。エドモンド・ホンダのやつ、空前絶後驚天動地の必殺技を編み出しただなんて挑戦状をよこしやがった。どんな技だか俺が真っ先に試してやるぜ。竜も剣も最初の挑戦権を私に譲って当然よ。なんてったってレディーファーストなんですからね。空前絶後仰天動地前代未聞の必殺技だ。竜も剣もチュンリーも挑戦状を受けてびっくりしてるだろうな。いや腰を抜かすに決まっとる。何せこの10日間神職を忘れて編み出した新必殺技だからの。この亀石が西を向くぞ。大洪水になるという伝説を聞いたが、なんだ今のは。ここはあれは天の家具山に耳なしだ。あれがうねび。すると今俺が立ってるここは甘かしの丘らしい。お、大和三山に囲まれた盆地にこんな町があったか。これは夢か。俺は夢の中をさまよってるのか。おい、待った竜。
落ち着け、俺だ。ケンだよ。お前もここに来ていたか。いやあ、懐かしいな。実に3年ぶりの再会だぜ。3年ぶり？何言ってやがる。俺たちはエドモンド・ホンダの挑戦状を受け取ったばかりだぜ。あんなのは1300年後の話よ。1300年後だ。お前、いつここへやってきた？たった今、甘かしの丘から降りてきたばかりだ。そうか、落ちた時間にズレが生じてたか。ズレ？俺たちはよ、時間の嵐に吹き飛ばされて1300年前の藤原京に来ちまったんだ。不思議な光に飲み込まれた時間は同じでも、落ちた時間はバラバラだった。つまり俺とお前とではここへ来るのに3年の差が生じたってこと。わかるな？これは夢なんかじゃねえ。俺たちは1300年という時間をスリップしちまったんだ。それじゃ難しい質問はするな。タイムトラベルの理屈を聞かれたって俺には答えられねえ。それより今俺たちがいるここが朱雀門で、あそこから向こうには貴族や役人たちが集まる長道院、天皇が政治や儀式を執り行う大極殿、そして天皇が暮らす大理が南北一列に並んでいて、その周りに各役所がある。皇居と国会議事堂と各官庁が集まったようなものが。そう。そしてこの5番目のように整然と道路を通した町は、彼ら貴族や役人たちの生活居住区だ。中央集権を目指した政治都市か。それも日本に最初に誕生したな。これまでの都は天皇が変わるたびに引っ越すのが決まりだったが、それじゃあ効率の良い政治はできねえし、いかにも不便だ。そこで持統天皇は夫天武天皇の意志を継ぎ、この大和三山に囲まれた盆地に中国の制度を見習って揺るぎのない帝都を建設した。遷都したのは694年のことよ。あいつは遅刻したんだ。役人たちの仕事は日の出とともに始まる。ああ、それであんなに早くから。この朱雀門は虎の2国。午前5時に開門する。ここからそれぞれの職場に行くのがまた大変だから、夜明け前に出勤してくるのさ。が、中にはああいうドジもいる。勤務評定は厳しいし、出世できねえぞ、あいつ。下っ端の役人ほど職場から遠いところに住んでいるから通勤が大変なんだ。ここはさっきの遅刻した役人じゃねえけど、時間が大切だってことは分かってんな。俺はお前よりも早く決闘場へ行って待ってたよ。そうしたらあの不思議な光だ。たくだ。あの光が俺たちの時間をめちゃめちゃにしてくれたのは確かなんだ。サイフォン方式で水を汲み上げ、次の水槽に落としている。水時計か。ああやって昼夜交代でメモリ棒を睨んで時間を知らせているんだ。今のところ時間を強制され行動を束縛されているのはここにいる宮廷人や役人だけだが、暦だってもう編纂されてるんだぜ。どうした？彼らは時間に縛られ、俺たちは時間を漂流している。なあ、ケン。俺たちって元の20世紀末に戻れるのか？木造ながら8階建てのビルに匹敵するぜ。寺院以外の建築物で屋根に瓦を吹いたのはこの大極殿と長道院が初めてさ。おお、楽しそうだぜ。
なんだ。なんだこ時間の壁だ。れは。時間の。お前に会えた嬉しさで気づかなかったが、俺たちを乗せた時間という列車の走りがかなり速くなっている。つまりハイスピードでこの時代を通り過ぎているから、外に出ようとすると弾き飛ばされるってわけさ。なんだ、新幹線の窓から眺めているようなものか。どうしてだ。どうしてお前と再会したらこういうことになった。まあ大極殿ってのはよ、天皇とごく一部の高級貴族しか登れねえところだから、近づかねえ方が身のためだったかもしれねえな。どういう意味だ。こういう下っ端役人の職場の方が俺たちにはふさわしい見学コースだってこと。紙は希少品だから木管が多く使われていて、失敗するとああやって小刀で削り取って書き直すんだ。あいつも出世できねえぞ。お前のご先祖様だったりして。日本で初めて発行された和道開珍という銅貨だ。今日は給料日か。全部が全部貨幣で払われたわけじゃねえが、下級役人で年収が310文だ。俺たちの感覚でだいたい250万円ってとこかな。これが総理大臣クラスの超高級貴族になると、年収30万9000飛び70文でざっと24億7256万円。えらい差だな。どうした。借金の申し込みだろ。借金。ああやって上役から金を借り、そしていよいよ首が回らなくなる。サラ金地獄か。ここが大前式、厨房だ。彼らは朝が早いから飯抜きで来るやつが多い。だからではなかろうが、食事はここで用意してくれる。無料だぜ。なんだ、給食にもえらい差がある。この藤原京の時代ってのは厳しい身分階級が確立された時代でもあってな。上は小1位から下は小ソイの下までざっと30階級ばかしある。それはすなわち天皇との距離を表しているんだが、ほら、あの濃い朱色の服装は4位相当の貴族だ。あの薄緑色は7位で、濃い花田色はかなり下がって8位相当。そして一番多く見られる薄花田色の服、あれが最下級のソイ相当だ。遠くからでも服の色で目上の人かそうでないかが分かるようになってるのか。おい、ずいぶん人が増えてきたな。仕事が終わったんだよ。え、だってまだお昼前だぞ。彼らの勤務時間は1日4時間ぐらい。あとはフリータイムさ。球場の外は彼ら国家公務員たちの官舎だ。みんな国からタダで支給されている。5位以上の貴族には球場に近い宅地が与えられる。総理大臣クラスで4丁。すげえ、57,600平方メートルだ。皇族や政府高官クラスはその半分の2丁か1丁。一番下っ端の小ソイの下でも16分の1丁、270坪は与えられている。ただし都の外れだけどよ。それだって50坪の土地を手に入れるのに宿泊している現代人から見れば羨ましい話だ。あれはチュンリーじゃないか。間違いねえ。おい、チュンリあなたたちも来ていたの？はあ、
よかった。とんでもない時代に放り出されて、もう泣きたいくらいだったわよ。チュンリーはどうしてあいつらと？よくわからないけど、私ったらやたらと外国と行き来してるの。大砲律令が完成した翌年には遣唐使船に乗って中国へ渡ったし、今だって白木の使節団と一緒に戻ってきたところなのよ。やっぱチュンリーらしいや。どうした？チュンリーは大砲律令が完成した年にここへ来たのか？ええ、そうよ。日本で初めて元号が制定された大砲元年だな。俺が来たのはその翌年だ。私が船出した直後かしら。ところが今日3年ぶりに竜と再会して藤原級を案内していたら、彼らは和道開珍を使っていた。それが？この国で初めて銅貨が鋳造されたのは和道元年。遣唐使派遣の6年後よね。剣！そうだ、時間の流れがどんどん速くなっている。俺たちストリートファイターが再会するたびにな。ということは、エドモンド・ホンダだ。あいつを探し出せば時間の流れはいよいよ加速し、俺たちは一気に現代へ戻れるかもしれない。あのドスコイ野郎もここへ来てると思うか？そう考えた方が自然だろう。もともと俺たちを飛鳥村へ呼んだのはあいつだったんだぜ。ひょっとしたらあいつの身に何かが起きて、それで時間の嵐が吹き荒れたのかもしれない。そうだとしたらあんにゃら叩いて伸ばしてスルメにしてやる。探しましょう。困るよ奥さん、そんな銅貨を出されたって。だってこれからはこれで品物を買えってお役所からの命令なんですよ。ダメダメ、米が欲しかったら布か綿を持ってきな。人々が貨幣の便利さを知るのはずっと後のことなのよね。うちのばあさんのまじないはよーく聞く。どうだ腹の具合は？治ったみたい。それではお前のお腹に取り付いた悪い虫を川へ流してあげるからな。ほれほれ。痛い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 彼らは大真面目なんだから笑っちゃ失礼よ。街道が賑やかになってきた。日本の首都だぜ。全国から年貢の稲やさまざまな物品が毎日運ばれてくるんだから当然さ。いけねえ、時間がどんどん早く流れてる。見ろ、都の解体工事が始まったぜ。解体工事？だってこの藤原京は永続を目的にして造営されたんだろう。そのつもりだったけど、政治体制が整うにつれ手狭になって、結局藤原京は持統、文武、元明の3代16年で終わることになるの。そんなことより彼らが平城京に引っ越したらエドモンド・ホンダを探すのが面倒になるぜ。都は大きくなるし人口も急激に増えるからな。柱や瓦など再利用できるものを運び出しているんだ。あいつあんなところに。小駅の中に紛れ込んでちゃ見つからねえわけだぜ。いや、お前たちも来ていたが懐かしいな。俺なんかよ16年もこの近くの村にいてよ。16年。もうよ、都の上やら道路工事やら力仕事ばっかりやらされて、今だってよ都の引っ越しを手伝えって無理やり連れてこられてんでごわす。苦労したんだ。ありがとう、ありがとう。やっぱ友達ってごわすな、龍。おい、
来るぞ時間の嵐が。春過ぎて夏来たるらし白田への衣干したり天のかぐ山。わずか16年だったけど1300年前の昔にこの丘の下には素晴らしい都があったのね。ずいぶん長くいたような気がするが、たった5、6時間の旅だったか。ああそうだエドモンド・ホンダ、お前空前絶後経典同地の新必殺技ってのはどうした？何のこっちゃ。ダメだこいつ。苦心の必殺技を藤原京に置いてきちまったらしい。いやー